はじめまして、真田ホルモンです。今回はスケッチアップの 3D テキストを縦書きや円形配置などに並べ替えられるプラグイン、バーティカルテキスト for スケッチアップをご紹介します。スケッチアップの標準 3D テキストを使って以下のような並び替えができます。縦書き、バーティカルテキスト、円の外側に配置、アウターサークル、円の内側に配置、インナーサークル、軌道に沿って配置、オービットテキスト、パス上文字、テキストオンパス、時計盤のように配置、クロックフェイス、自由回転、フリーローテーション、右から左への配置、R12、建築の立体看板や漫画、Webtoon の背景演出などにも活用できます。動画の最後にはお得な情報もご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。縦書きツール、バーティカルテキスト。スケッチアップの標準 3D テキストツールは横書きしかできません。これまで縦書きを作るには1文字ずつ改行して縦に並べるしかありませんでした。この縦書きツールを使えば標準の 3D テキストで作った横書きテキストを簡単に縦書きに変換できます。まず標準の 3D テキストを配置します。この時点では一つのコンポーネントになっています。続いて分解ツールを使い1文字ずつグループに分けます。この時式値という数値を設定します。式値はどこまでを1文字として扱うかの基準です。例えばアルファベットや数字のようにパーツがつながっている文字は式値が小さくても正しく分解されます。一方で部首が分かれている漢字や10など2文字を1文字として扱いたい場合は式値を大きく設定する必要があります。式値が小さすぎると1文字のつもりが2つに分かれてしまうことがあります。分解が完了したら縦書きツールのアイコンをクリックします。文字間隔を入力するダイアログが表示されますので任意の数値を入力してください。実行するとテキストが縦に再配置されます。円の外側に配置、アウターサークル、円形ロゴや看板などでよく使われる文字を円の外側に沿って並べる配置ができます。アウトドアブランドやコーヒーショップのロゴでもおなじみのスタイルです。まず標準の 3D テキストツールで横書きテキストを作成します。次に分解ツールで1文字ずつグループに分けます。その後アウターサークルツールのアイコンをクリックすると設定ダイアログが表示されます。ここでは円の大きさと配置する角度、例えば180度や360度を指定できます。例えば半円に配置したい場合は180度、ほぼ一周させたい場合は280度など自由に調整可能です。配置の特徴、文字の中心は円の中心にぴったり合うように配置されます。文字間隔は全体で均等に割り振られます。入力した順番通りに円周上に配置されます。スペースを空けたい場合、文字の間にスペースを入れたい場合はアンダーバーなどのダミー文字を挟んでください。配置後にその文字を削除すれば間隔の空いたまま整列できます。円の内側に配置、インナーサークル、アウターサークルと同様に文字を円形に並べる配置ですが、こちらは円の内側に文字が沿うように配置されます。まずは標準の 3D テキストツールでテキストを作成し、分解ツールで1文字ずつグループ化します。次にインナーサークルツールのアイコンをクリックすると設定ダイアログが表示されます。ダイアログで設定できる内容、円の大きさ、配置角度0、180度、360度など、例えば半円だけ使いたい場合は180度、一周ぐるりと回したい場合は300度といった具合に設定できます。配置後は文字の中心が円の内側に沿って均等な間隔で並びます。文字間隔を調整したいときはアウターサークルと同様、スペースを空けたい位置にアンダーバーなどのダミー文字を入れておきます。配置が完了した後、その文字を削除すれば間隔が維持されたまま整列できます。他のツールと組み合わせる。インナーサークルは縦書きツールと組み合わせることで円の内側に縦書きで文字を並べることも可能です。時計盤配置、クロックフェイス、文字を回転させずに円周に沿って並べる配置ができます。まるで時計の文字盤のように文字はまっすぐなままです。この配置は観覧車、ケーキのメーター、風配図などにも応用できます。使い方の流れ、標準の 3D テキストツールで12、1、2と12個の文字を作成します。
分解ツールで1文字ずつグループ化。10、11、12などの2桁を1つの文字として扱いたい場合は、文字の間に少しスペースを入れたり、分解時の式位置を高めに設定します。これで10、11などを1文字としてまとめられます。クロックフェイスツールのアイコンを押すと、ダイアログが開きます。ここでは、円の大きさ、開始角度、0、0度、12時の1、配置角度、0、360度を12分割、30度ずつ、時計回り、または逆時計回りか、グループを回転させるか、を指定できます。例えば、3時の位置からスタートしたい場合は90、12時の位置からならば0と入力します。あとは自動的に均等に配置されます。テキストの下側を中心に向けたい場合、方位磁針やホロスコープのように、テキストの可変が円の中心を向くようにしたいときは、オプションで内向き配置を選ぶこともできます。視認性やレイアウトにこだわりたいときに重宝するツールです。パス上文字、テキストオンパス、Adobe Illustrator のパス上文字ツールと同じように、テキストをカーブや自由な線に沿って配置できる機能です。例えば、曲面の壁や湾曲した看板など、直線では表現できない場所に文字を沿わせたいときに活躍します。操作の流れ。3D テキストツールでテキストを作成。分解ツールで1文字ずつグループ化。文字を沿わせたいカーブを選択。ここがポイント。カーブの確認方法。選んだ線がエッジのままだと使えません。エンティティ情報で曲線になっていることを確認してください。もし複数のエッジになっている場合は、対象のエッジを選択。右クリック。結合で曲線に変換。また、複雑な形状を結合したい場合は、プラグイン、ティグウェルドがおすすめです。概要欄にリンクあり。配置する。パスとテキストグループを両方選択した状態で、テキストオンパス、ツールのアイコンをクリック。すると、文字が均等な間隔でパスに沿って配置されます。文字の向きを変えたいとき、文字の向きを変えたい場合は、縦書きツールや自由回転ツールと組み合わせて使います。柔軟で自由度の高い表現ができる便利なツールです。軌道上に配置、オービットテキスト。このツールでは、文字を立体的な円軌道に沿って配置できます。ユニバーサル・スタジオの地球儀や株価表示の LED ボードのような演出が可能です。操作の流れ。標準の 3D テキストツールで文字を作成。分解ツールで1文字ずつグループ化。全体を選択した状態で、オービットテキストツールのアイコンをクリック。ダイアログが表示されます。ダイアログで設定できる内容。配置する角度、0、360度で1周、180度で半円など、開始位置、円のどの地点から文字をスタートさせるか、向き、内向き、外向き。文字の正面が円の外側か内側かを指定できます。例えば、インと入力すると、円の中心から見たときに文字が正しく読めるように配置されます。このツールでは、文字ごとに自然な回転がかかるため、動きのある看板やオブジェクトにも活用できます。右から左へ配置、R と L。このツールは、アラビア語、ヘブライ語、ペルシャ語など、右から左へ横書きする言語に対応しています。操作の流れ。標準の 3D テキストツールで文字を作成。分解ツールで1文字ずつグループ化。全体を選択して、R と L ツールのアイコンをクリック。配置設定。ツールを実行すると、文字間隔を入力するダイアログが表示されます。好きな数値を入力して OK を押せば、右から左へと文字が再配置されます。このツールを使えば、左寄せに限らず、文化や言語に合わせた配置が簡単に再現できます。グローバルなプロジェクトでも役立つ機能です。漢字と日本語の縦書きについて。日本語の縦書きには、ちょっと特殊なルールがあります。この章では、縦書き特有の処理について詳しく解説します。伸ばし棒、躍頭点の回転。例えば、コーヒーのような言葉は、縦書きにしたときに、伸ばし棒が90度回転して縦に表示されます。3点リーダー、波ダッシュ、全ダッシュなどの横長の記号も同様です。意図せず回転してしまう文字。ところが、漢数字の1やマイナス記号のように横長の文字は、日本語の伸ばし棒と誤認されて回転してしまうことがあります。そんな時は、その文字を選択して、ノーローテートツールを実行してください。ノットローテートタグが付与され、その文字だけ回転せずに縦書きになります。タグをリセットしたいとき、タグ付けを解除したい場合は、リセットローテートツールを使います。
選択したグループのタグがリセットされ、通常の状態に戻ります。縦中横と括弧記号。日本語の縦書きでは、10や12のような2桁の数字を1文字として縦に配置することがあります。これを縦中横と呼びます。縦中横の作り方。分解前に10などの間に少しスペースを入れておく。または、分解ツールの敷地を大きめに設定する。それでもばらけてしまった場合は、分解後に手動でグループを再結合してください。この時、自動で付与されるタグはリセットされるので、必要に応じてローテートやノットローテートタグを手動で再設定してください。括弧記号の縦書き。括弧記号は縦書きにすると右に90度回転させますが、バーティカルテキストでは自動回転しません。ローテートツールでタグ付けをしてから縦書きツールをお使いください。最後に、以上でバーティカルテキスト4スケッチアップの機能紹介はすべて完了です。このプラグインには、すべての機能を収録したフルバージョン、バーティカルテキストプラスと、縦書き機能だけを抜粋したバーティカルテキストライトの2種類があります。価格について、プラス版、定価20ドル、ライト版、5ドル。今回、リリース記念として、この動画をご覧いただいた方限定で、バーティカルテキストプラスが 25% オフになるクーポンコードを配布中です。コードは動画の概要欄に記載していますので、ぜひご利用ください。クーポンには有効期限がありますのでご注意ください。ライト購入者向け割引について、ライト版をご購入後にプラス版へアップグレードを検討される方には、プラス版購入時に使える 25% オフの割引コードをご用意しています。ライト版のアバウトメニューを開くと、クーポンコードが表示されます。使用版について、さらに、ライト版には30日間の無料お試し版もあります。まずは気軽に試してみたい方は、そちらをご利用ください。サポートについて、プラグインの使用中にエラーや不具合があれば、コメント欄または X、旧 Twitter の DM からご連絡ください。できる限り迅速に対応させていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。